前回 SteamOS 環境で RX580 を使いモンスターハンターワイルズの起動に成功しました。今回は SteamOS の2つのモード、ゲーミングモードとデスクトップモードを比較していきます。実際に使ってみるとある違和感に気づきます。それがこちらです。どちらも同じグラフィック設定のはずですが少し印象が違いませんか？左のゲーミングモードの方が少しぼやけて見えます。この原因を確認してみると意外な違いがありました。ゲーミングモードは 1280×720、デスクトップモードは 1920×1080、インストール直後の初期状態ではこのような差がありました。ゲーミングモードは Steam Deck に近い解像度に設定されている可能性があります。このままでは正確な比較になりません。つまり SteamOS を PC で使う場合はこの解像度設定を最初に見直す必要があります。今回はゲーミングモードの解像度をデスクトップモードと同じ 1080p に揃えました。この条件で検証を進めていきます。なお、デスクトップモードを経由して戻ると解像度が自動的に 1280×720 へ戻ってしまうことがあります。画質が落ちたと感じた場合はまずこの設定を確認してみてください。ゲーミングモードから一度デスクトップモードに切り替えてワイルズを起動してみます。デスクトップモードでは 1920×1080 の設定になってます。そのまま再びゲーミングモードに戻ってみるとご覧の通り解像度が 1280×720 に戻ってしまいました。意外と気づきにくいポイントです。それでは戦闘シーンでの性能比較を行うためにパフォーマンスモニターを表示します。ゲーミングモードの設定画面を確認してもデスクトップモードのような表示項目が見当たりません。実はこの機能は別の場所にあります。クイックアクセスメニューです。ここでパフォーマンスオーバーレイをオンにするとモニターが表示されます。表示レベルを切り替えることで詳細情報を確認できます。今回はレベル2で検証します。なお、このクイックアクセスメニューは Steam Deck では専用ボタンですが、PC では CTRL+2 で開くことができます。少し癖のある操作になっています。さらに確認していくと、もう一つ重要な違いがありました。SteamOS には OS 側でのフレーム制限があります。これはゲーミングモード特有の機能で、デスクトップモードにはありません。この状態だとゲームとは別に制御がかかるため、まずは無効にして検証します。またティアリングの設定についても許可しない場合は OS 側で垂直同期が有効になるため、ティアリングを許可する設定にします。それでは実際の動作を見ていきます。設定は画材と検証時と同じ条件に揃えます。グラフィックプリセットを一度最低に設定し、その後フレーム生成は AMD-FSR、アップスケーリングモードはバランスに設定します。GOGマジオスの戦闘シーンで検証していきます。まずはデスクトップモードです。エフェクトの激しいシーンでパフォーマンスをチェックしていきます。FPS に注目するとおおよそ20から23の範囲で推移しています。最終ステージもチェックしていきます。
やはり FPS はおおよそ22前後で推移しています。仕掛けてくるわ。あれはまずい。急ぎここへ。一番激しいシーンの FPS は20を切ってきました。続いてゲーミングモードです。最大だ。こちらも 25fps を安定して超える場面は少なく、大きな差は見られません。攻め時は今。やはり最終ステージも FPS は20から23の範囲で推移しています。動きはあまり滑らかではなく、長時間プレイでは負担が大きそうです。仕掛けてくるわ。あれはまずい。急ぎここへ。さらに負荷の高いシーンでは FPS の上下が大きく安定していない様子が確認できます。FPS グラフを見ると上限と下限の振れ幅が大きく、フレーム制御が不安定になっている可能性があります。いくつか設定の調整を試した結果、一時的にこの状態にたどり着きました。FPS は安定して45を超え、おおよそ50前後で推移しています。動きも改善されており、目の負担はかなり軽減されています。仕掛けてくるわ。私の後ろに。これが最適解かとも思われましたが、設定を変更せず、翌日に再度プレイしたところ、再び 30fps を下回る状態に戻ってしまいました。現時点では再現性が低く、安定した結果として紹介することはできませんが、FPS を改善できる余地はありそうです。この点については、引き続き検証を進めていきます。そして最後に、これまで触れていませんでしたが、無視できない問題を確認しています。こちらのシーンです。特定の場面で背景が白く飛び、もやがかかったように見えてしまいます。この現象は、ワイルズのグラフィック設定を変更しても改善せず、現在も原因を検証中です。この問題については、次の動画で詳しく検証していきます。